皆さんこんにちは。こちらは DIY マニアの僕、ドラ吉が考えて作った自作万能ツールで、ネジ式の先端ツールを交換するだけで様々な用途に使えるドラ吉棒です。ドラ吉棒は2種類あり、まずこちらが伸縮式で携帯に便利なドラ吉棒1。そしてこちらが組み立て式で棒がしならず、ハードな作業にも使えるドラ吉棒2です。それぞれネットで手に入るアイテムを組み合わせただけなので、誰でも簡単に作ることができて、制作時の動画では主にこのような用途での活用方法をご紹介しました。そして続編となる今回はドラ吉棒のさらなる活用編で新たな先端ツールの紹介や上級者向けに先端ツール自体を自作する方法などもご紹介したいと思います。アイデア次第でどんどん活用の幅が広がるドラ吉棒、目から鱗の活用方法などもご紹介しますので、今日の動画もぜひ最後までご覧ください。はい、というわけで今回はドラ吉棒の新たな先端アタッチメントと、あとはアタッチメントを手作りする方法っていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、ドラ吉棒については前回の動画を概要欄に貼っておきますので、詳しくはねそちらを見てほしいなと思うんですけど、こんな感じで棒が伸縮して先端にいろいろなアタッチメントを取り付けられるというアイテムで、こっちがドラ吉棒1で、こっちの太くてネジ式になってて組み立てられる方がドラ吉棒2ですね。こんな感じで棒がしならないので少々ハードな作業にもね使えるという、そういうアイテムなんですけど、前回紹介したアタッチメントっていうのがこちらになりまして、この辺は何か高いところのものをね引っ掛けて取ったりとか、あとは高いところに何かをかけたりとか、あと高いところの山菜を取ったり木の実を取ったりで、こっちはスマホを固定したり GoPro を固定したりして、なかなか自分では見れないような高いところをカメラで確認したりするのにすごい便利なアイテムなんですけど、それで実際に前回ね離れの軒下でちょっとね重大な問題が見つかって、 DIY でね改善する様子もお送りしましたけど、今猫吉が見てるこちらが今回新たに購入した先端パーツで、結構これ海外の通販で買ったものなんで手作り感がねなんかすごくて溶接で無理やりねこのネジボルトを取り付けたっていう感じのアイテムなんだけど、で一応これね全部セットで、この他に棒もついてたんだけど、とりあえずねネジの径が M8 でこっちと一緒なんですよ、こっちと。ただこっちはこんな感じでね、僕が径変換のアダプター使って M10 に変えてあるんで、でこれがフック、鎌、剪定の子で、こっちが何かっていうと、はい、こちらはね木の高いところにできた果物をね取るためのアイテムなんだけど、なんでこんな形してるかっていうとね、ここにね果物のヘタが引っかかってクイって果物が取れやすくなってるんですよこれ。だから僕もね裏庭に梅の木があるので、前にこういう網を使ってね取ろうとしたことあるんだけど、なかなかね落ちないんですよ実が。だけどこれだとうまく引っかかるからね、多分すごい取れやすいと思うんですよね。まだ使ってないけど、梅の実ってね結構下に落ちちゃうと傷んじゃったりするんで、だからこれがあるとね裏庭で梅とかあと栗とかね、そういうのも取るのに便利だなと思って買ったんだけど、こういうアイテムがあるということですね。でそれから次こっち、これがね多分1000人に1人くらい欲しい人いるんじゃないかなこれ何かっていうと、これは戦闘用のアタッチメントですね。銭湯って言ってもお風呂の銭湯じゃないですよ。戦う男のアタッチメントです。で実際どうやって使うかっていうと、例えばねこちら前回の作業で蜂対策をした離れの壁なんですけど、我が家は今までねこういうところに蜂が毎年来てたんですけど、最初ね3月に女王蜂が1匹で来るんですよね。で単独で巣を作り始めると。でそういう時にねこういう高いところだとなかなか近くに行ってシューってできないし、やっぱり近寄るの怖いんで、こういうね普通に市販されてる8アブダブルジェットっていうねこういうアイテムを使って下からビャーってこれすごい勢いで出るんで、こういうのを使って駆除してたわけなんですよね。こんな感じでねすごい勢いで出るんで、ただこれはね値段が高くてあんだけすごい勢いで出るからすぐなくなっちゃうんですよ。だからそれをね8匹で使うのはちょっともったいないなっていうのがあって、
でもちろんね、蜂の巣も発見が遅れちゃうとどんどん蜂の個体が増えていっちゃうので、ちょっと増えすぎた場合はもうこれを使って一気にダーって広範囲を攻めて駆除した方がいいんですけど、まだ1匹しかいない場合っていうのはちょっと1匹のためにこれ買うのもね忍びないので、そんな場合にこちらですね、アースジェット、これはハエとか蚊を退治するためのものなんだけど、これを近くに寄せてダーって吹きつけられたら、アシナガバチ1匹ぐらいだったらね十分これでも退治できるんで、これで退治できたらいいなって思ってたんですけど、その時に見つけたのがこちらのアイテムで、これを使うとね、こういう殺虫スプレーを固定して下にいながら軒下とかの高い位置にね噴射できるというね、すごい便利なアイテムなんですよ。で、実際にちょっとねお見せしたいと思うんですけど、まずこちらはね、これ単体でも売ってたんですけど、棒もセットになってたんで、僕は棒のセットのものを買ってたんですね。で、その棒がこちらになりまして、これもねドラクチ棒2と一緒で組み立て式になってて、こんな感じでパイプにネジがついてるのでパイプ同士を連結させられるというアイテムなんです。だからこれもしかしたらね、ドラクチ棒2と互換性あるかなと思って試してみたら、やっぱりね互換性あったんですよ。で、これが今のアイテムで、こっちがドラキチ棒2なんだけど、これ合わせてみるとね、パイプの径は 22mm で、一応ねネジも合うんですよ。ただ完全一致ではないので、少しねなんか余るというか、完全に奥までは刺さんないんだけど、一応使えるレベルでは普通に回って固定できるんで、これでもうねこのアタッチメント普通に使えることができるんですよ。で、こっちの径っていうのがちょっとこれ太い径なんで、さっきのね M8 とか M10 とは全然違う径なんで、このドラキチ棒の径では直接は固定できないんですけど、この付属していたパイプの先端部分だけをドラキチ棒2に取り付けて、ドラキチ棒2でも同じように使うことができるという感じですね。ただね、この部分なんですけど、これ自体もね実はテムでね売ってて、ただ販売ページにこのネジの径度が書いてないから、これ買っても何が合うのか全然分かんなかったんだけど、とりあえずね、安いから試しに買ってみたら、これとね同じで、これも 22mm の径なんで、ドラキチ棒2にねもしあれだったらこうやって取り付けて、固定はねリベットとかタッピングビスとか、あとボルトとかを使ってね固定すると、がっちり固定できるんでいいと思うんですけど、一応こういうのもね単体で売ってたりするんで、こういうのを取り付けると、こういうアイテムがね使えるようになるという感じですね。ちょっと奥までは入んないけどね。だから一番いいのはね、これ棒のセットで買って、この棒がね2本になっちゃうんだけど、こういうのってさ、例えば室内の洗濯物を干したりするのにちょっと長い棒が一時欲しいなと思ったら、この部分だけ組み立ててね、ちょっと S 字フックかなんかにどっかにかけて、でこれ吊るして室内干しに使ったりとかもできるんで、でドラキチ棒2と組み合わせればねさらに長く使うこともできるんで、2本あってもね必要な時は長く使えるんで、いいかなということで、一応ね棒付きのものを買ってみました。そうしたらね実際に固定して使ってみたいと思うんですけど、このアースジェット、こういうねノズルがついてるんだけど、残念ながらこのままだとこれ固定して噴射することができないんですよね。これはね上からこうやって押して噴射するような仕組みなんで、こういうガンノズルのタイプをそのまま噴射できるわけではないというところがちょっと注意なんですけど、まずこのね上のノズルを外して、でこれだけだとね残念ながらちょっと使えなくて、この上にね何か他のスプレーとかでついてるね、こういう押して横に噴射するこういうノズルをね取り付けて使うと使えるようになるんですけど、僕の場合はこれ CRC の上のノズルを取って、このアースジェットの先端にこうやって取り付けてます。そうするとねこうやって、ちょっと猫がいるからあんまりやりたくないけど、押したらね出るようになるんで、でこれを固定するのにこの下の部分がね、これこうやって動くようになってるんで、こんな感じでねこれを下に下げて、でスプレー缶をセットして、ノズルの向きを前にして、で缶を上げてちょうどいい位置で、固定がちょっとアナログなんだけど、こういうケーブルタイが付属してるんで、これを使って、ここにねバンドを通す穴があるんで、ここに通してスプレー缶を固定するという感じですね。でケーブルタイなんで、スプレー缶の太さはある程度太くても細くてもね大丈夫なんで、これでこうやって固定しますね。よし OK ですね。でこれのネジのところに付属してたパイプの一番先端のこのネジの部分をねじ込むという感じで、
固定して使えるようになります。はい、これでセット完了です。そしたら実際にねちょっとお庭でせっかくなんでドラキチ棒2を使ってこれで使ってみたいと思います。はい、そうしたらね使い方なんですけど、これはね一番上のこのハンマーみたいになってるところからずっと紐が伸びてて、この紐を引っ張ればこのハンマーが降りてスプレーが作動するという感じになってて、ちょっと引いてみますね。いきますよ。ほらこんな感じでこれならね下にいながら高い位置の鉢をこれで退治できるという感じなんですよ。いいでしょこれで。ここで角度の調整もできるんで、このナットを緩めてで角度を調整してナットを締めればいい感じの角度で噴射できるという感じですね。であとこの持ち手のところの紐は暴れないようにね、こっちもケーブルタイがついてるんで、これで押さえればね紐が暴れないんで、そうしたらあの軒裏に蜂の巣があると仮定してちょっと使ってみたいと思います。これいいね。これなら離れた位置から撃てるから安心して蜂と戦えるね。これが戦う男アタッチメントです。というわけでこんな感じで先端のアタッチメントを交換することで本当にねいろんな用途で使えるドラキチ棒なんですけど、この他にもね例えば高いところの窓を掃除するためのアタッチメントとか、クモの巣とか高いところのホコリを払ったりするためのアタッチメント、あとは雨どいを掃除するためのアタッチメントとかね、市販のアイテムでもね結構いろいろ探すとあったりするんだけど、次はねこういうアタッチメントを自作する方法を皆さんに紹介したいと思うんですけど、例えばさっき紹介したこちらなんかね、これボルトをこういう鎌とかノコギリにね溶接して直接つけてあるんだけど、こんな感じでネジさえつければドラキチ棒で接続して使うことができるわけなんですけど、僕なんかは溶接の免許も持ってるんで溶接機さえ買えば自宅でこういうこともできるんだけど、なかなかね家庭の DIY で溶接機を使う機会ってほぼないに等しいんで、僕なんかも溶接機までは買ってないんだけど、これだとできる人も限られちゃうんで、今回はもう少し簡単にこういう先端アタッチメントをね自作する方法を皆さんに紹介したいと思うんですけど、例えばねこちら、これね僕が裏庭で使っている剪定ノコなんですけど、こういうのをドラキチ棒で取り付けできるように今からしてみたいと思います。これなんかだと買ったやつと刃の長さもほぼ一緒なんで、買ってそのまま接続できるならねそれでもいいと思うんですけど、ノコギリじゃなくても普段何か自分が使っている道具をねこのドラキチ棒に取り付けて使いたいなという時に応用できると思うんで、実際に今からこちらの剪定ノコをこのドラキチ棒に接続して使えるようにしてみたいと思います。はい、というわけでこちらの剪定ノコなんですけど、この剪定ノコはこれ替え刃式で、この刃の部分が外せるようになってるんですね。外して交換ができるようになってるんですけど、ちょっと外してみますね。はい、こんな感じで外せました。でホームセンターに行くとこの替え刃だけで比較的安く売ってるんで、この替え刃だけ買ってもね今から作るアタッチメントは作れるんですけど、使うのはね木材のちょっとした、こんなねこれでいいですね、こんな端材を使って作ります。そうしたらこの剪定ノコの根元にこちらの端材を固定したいと思うんですけど、その前に先にねこちらのドラキチ棒に固定できるようにしておきたいなということで、ここで使うのがねこちらのハンガーボルトになります。ハンガーボルトで、これはねどうやって取り付けるかというと、後ろ見たらね書いてあるんですけど、まずねこれ下穴、指定されたサイズで下穴開けて、それでナットを使ってねじ込んでいくんですけど、その時に使うナットっていうのが、このネジが M8 でネジピッチがねちょっとちっちゃいけどここに 1.25 って書いてあるんで、それに適合するナット、こちらもね一緒に買ってきたんですけど、このナットが2つ必要なんで、2つ以上入ってるナットを一緒に買って使います。で長さはこのまま使っちゃおうかなと思うんですけど、ハンガーボルトはこっちに固定するんで、まずは中心を出します。はい、そしたらこの M8 のハンガーボルトは下穴の径が 6mm から 7mm って書いてあったんで、こちらの 6mm がうちにあったんで 6mm のドリルを使って下穴を開けます。
でこっちの剪定の子については棒が曲がったりしないこっちのドラ吉棒2の方で使うことを想定してるんで、こっちのメス穴が M8 なんで、このハンガーボルトも M8 だから、これならねこうやって普通に入るんですけど、このネジの長さちょっと長いかなと思ったけど、別にこのドラ吉棒2なら問題なくずっと奥まで入るんで、これは木にねじ込む深さはそんなに調整しなくても、このドリルになってるところだけ入れば大丈夫なんで、このねねじ込む部分の長さが 25mm だから、このドリルの 25mm の深さにマスキングを貼って、でこの深さまで下穴を開けるという感じですね。よし、じゃあ早速よし OK ですね。そうしたらこの穴にハンガーボルトを埋め込んでいくんですけど、この先の尖ってる方を下穴に入れて、でこれでどうやってねじ込んでいくんだと思うかもしれないですけど、そこで使うのがこちらの六角ナットですね。同じ M8 の 1.25 ピッチの六角ナットをまず1つ目こうやって入れたら、もう一つを上からかぶせるように入れて、よし、そしたらこれナット同士が噛んで止まるんで、このナットにスパナを引っ掛けてねじ込んでいきます。はい、せっかくなんでこちら新しく購入したこのデカ万力を使って材料を固定して作業したいと思います。よいしょ。そしたらこのナットをつまんでボルトをねじ込んでいきます。こんな感じでハンガーボルトは木に埋め込みます。でナットを外すときは下のナットを押さえて上のナットを回すと、もう少しだけ埋めようかな。よし、いいかな、こんなもんかな。そしたらナットを完全に外して、はい、これでボルトの埋め込み完了ですね。そうしたら次はこの剪定のこの刃をこちらに切り込みを入れて差し込んで、ボルトをこの穴に通して固定できるようにしたいと思うんですけど、この穴の径を測ったらこっちが M5 でこっちが M6 がちょうどよかったんですけど、この長さ的にもちょうどいいネジがうちになかったので、今ねホームセンターで買ってきました M5 と M6 のトラスのネジですね。でまずはここに差し込めるように切り込みを入れたいと思うんですけど、この柄の部分が奥まで入るぐらいの深さにしたいんで、少し深めで、どうせここでボルトで止まるんでね。よし、そしたらまた万力に挟んで切り込んでいきます。よし OK で、ちょっと試しに刺してみると、はい、こんな感じでいい感じで収まってくれましたね。ただこのままだとすぐに取れちゃうんで、次はボルトで固定できるようにします。よし、そうしたら上の M5 から穴を開けますけど、完全に貫通させないでちょっとだけ下残します。このまま貫通させちゃうとバリが出ちゃうからね、下にね。で次はこっちの M6。 よし、そうしたら一旦外して下に当て木をして貫通させます。よし OK ですね。穴が開きました。そうしたらまたちょっと上を上げて挟んでトリマーで面を取っていきます。よし、そうしたらあとは軽く周りをサンディングして完了ですね。で最後はクランプで挟んじゃうとちょっとね汚れたりへこんだりしちゃうんで、この状態で削ります。
いいかな。はい、これで完成です。一応これちょっと仮で作ったものなんで、結構傷の多い端材使ったんで塗装まではしないですけど、これしっかり使いたい方は塗装までやってもらえればね、もっとかっこよくなりますんで。それでは早速剪定のこの刃をセットしてみたいと思います。これをこの溝に差し込んで、ここをボルトで固定するという感じですね。で、上が M5 で下が M6 だったんで、買ってきたのはトラスですね。トラスネジ広く押さえた方が木材に食い込まないんで、ちょっと皿加工してね、皿ネジでもいいんですけど、今回はトラスネジを買ってきました。ただちょっとね、これ 35mm があったらよかったんだけど 40mm なんで少し長くて下出ちゃうけど、とりあえずじゃあ、はい、出ましたね。そうしたら反対側はワッシャーを入れてナットで固定します。ちょっと 5mm ぐらい出ちゃうんだけどね、あんまりこういうので 35mm ってホームセンター置いてなくてね。はい、でちょっとまだ仮固定なんだけど、そうしたら次は M6 ですね。よし。でこっちもワッシャーを挟んでナットで固定します。で両方本締めですね。よし、完成しましたほら、剪定のこの手作りアタッチメントです。というわけで、これがじゃあドラキシボーにつくのか、さっき試したからね、つくのは分かってるんですけど、実際にね装着してみたいと思います。そうしたらまずはドラキシボーの組み立てですけど、よいしょ。これはパイプ同士がネジになってるんで、こんな感じで接続していくと、はい、このワンスパンが40センチなんですけど、それをつないでいくことによってめっちゃ長い棒になりました。でこれはね、結構ハードな作業も割とできるんで、もちろんね、あんまりにも激しい負荷をかけるような作業はさすがにちょっと厳しいですけど、ある程度の作業は全然できるんで、この先端に今作ったこの剪定のアタッチメントを接続すると、棒の方を回転させた方が楽に回せますね。よし、ほら剪定の子が先端につきました。ほら、いい感じですね。バッチリですね。剪定の子はさ、もともと薄く作ってやるからこうやってねブラブラするんだけど、これはもうそういうものなんで、これが太いとね枝切れないんでね。これならバッチリ使えるんじゃないでしょうか。実際ちょっと使ってみようか、向こうでね。はい、そうしたらね、裏庭に来たんですけど、ちょうどここにねいい感じの枯れた枝が出てるんで、高さもちょうどいいんでね、ちょっとあれを試しに切ってみたいと思います。めっちゃ使えるじゃんこれ。いや、普通に使えますね。ほら、こんな太い枝でも全然普通に下から切れます。しかもこれさ、こういう低めのところにある枝も、これ僕の身長よりも50センチぐらい高い枝なんですけど、こんなの切りたい時もこの先端だけ外してさ、ここだけで使えるんですよね。なんなら2スパンでも3スパンでも使えるし、
自分の使いやすいところで。ほらめっちゃいいじゃんこれ。ほらこれ空中でね木が動いちゃうと結構切りづらいんだけど、それはどのノコ使っても一緒だからさ、こうやって固定しちゃえばもう普通に切れるから。ほらいや普通にいいじゃんこれ。というわけでやっぱりね、うちみたいな家だとこういう高枝ノコは必須ですね。これがあるとめっちゃお庭作業が便利になるんですけど、とりあえず今回作るのはこれだけですけど、あと例えばね、先日ここで鳥の糞対策の作業した時に、この胸木の横にいっぱい鳥の糞がついてて、最初にそれをね僕脚立に乗って脚立からちょっと背伸びしてね、カーボンスクレーパーで削ったんですよ、こういうのでね。でその時にやっぱり柄の長いスクレーパーがあったらいいなってすごい思ったんですけど、こんなのは剪定のコよりも簡単に固定できますよね。ぶっちゃけビス打つだけでも固定できちゃうんで、こうやって。であとこれちょっとね、うちにもともとあった高いところのクモの巣を取るアイテムなんですけど、これも一応ね棒が伸びるんだけど、でこういうアイテムってパイプの先にこういうアイテムを後からつけてるものだから、絶対こうやってね取れるようになってるんで、例えばこれだったらさ、ここに丸棒を固定しちゃえば、その丸棒にねまたボルトつけたりとか、なんならメネジだっていいんですよね。鬼目ナットを使ってメネジを作ったりとか、あとはちょっとこれ径が合わないけどドラ吉棒2で使ったようなパイプに直接刺して直接ネジを作れるっていうね。これで固定しちゃえばもうこれでメネジができるんで。ただメネジだとドラ吉棒の先端もメネジなんで、なんかオスオスのジョイント使わないと固定できないけど、メネジの方がいい場合はこういうやり方もあるんで、だから要するにね、どんなアイテムだって考えようによっては先端につけることはできますんで、普段ね自分が何かよく使ってるツールがあれば、ああやってねアタッチメントを作ってドラ吉棒の先端に取り付ければ、同じツールでもねさらに作業の幅が広がるんじゃないかなと思いますね。で最後にね、このドラ吉棒ですけど、買った時こういう袋に入って届いたんで、これだと収納に困るということで、このちょうど良さそうな収納袋をね買いました。これもね400円ぐらいだったんで、これなら多分40センチのこの棒がぴったり入ると思うんですよね。はい。でこれいいのがね、こうやって上が完全にこうやって開くから見やすいし取り出しやすいんですよね。でこれ多分幅もぴったりなんで、ほらぴったりじゃないですかね。いいね。でこのままだとちょっと暴れちゃうんで、ここで使うのがこのバンド、これマジックバンドですね。これもねいろんな長さのやつがあってすごい安く売ってるんで、ほらね、これなら暴れないんで。で結構余裕あるからツールなんかも入っちゃうかな。はい、先端ツール持ってきました。で今作ったのはこれはちょっとね試験的に仮に作ったものなんでここにはしまわないですけど、でこのフォークなんかもほら一緒に入っちゃいますね。でこんなのはちょっとねカバー後で何かやりたいところだけど、とりあえず一回入れてみます。ほらみんな入っちゃいますね。いいですね。でカメラ系のツールも後で何か巾着袋か何かに入れてね一緒にしておけば、ほらいいですね。みんな入りましたね。これでなくすことなく持ち運びも便利になりました。いいね、これ買ってよかったというわけで今回はドラ吉棒のさらなる活用方法についてお送りしましたが、いかがだったでしょうか。近々僕は携帯に便利なドラ吉棒1を持って山菜採りに行く予定ですが、僕が今一番作りたいと考えている先端ツールは、スプレーで退治したゴッキーやクモを離れた位置からすくい取る虫取りアタッチメントと、我が家のぽっちゃり猫のダイエットに役立てる猫おもちゃアタッチメントです。このようにドラ吉棒は高所以外でもアイデア次第で使い方は無限大。他にもナイスなアイデアがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回も長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。